皆さんこんにちは。とこママ情報局です。今日は横浜市東横線の大倉山というところに来ております。今年はサッカーのワールドカップイヤーということで、前から実はずっと来たいなと思っていた神社なんですけれども、どうせだったらそのワールドカップのタイミングに合わせてご紹介したいなと思っているところです。今日今からお伺いするのは大倉山に鎮座しています諸岡熊野神社という神社です。この諸岡熊野神社は、この辺りのね熊野信仰の拠点とも言われているとってもね重要な神社なんですけれども、なんといってもやはり熊野ということで、ヤタガラスですよね。でヤタガラスといえば、皆さんご存知日本、代表サッカーの日本代表のエンブレムにもなっているということで、そういったつながりもあって、この時期に、熊野神社訪れたらいいんじゃないかなと思ってやってきたわけなんです。熊野信仰のこともいろいろとお伝えしながら、やはりサッカー日本代表にちなんだものもあるんじゃないかなと、そういったものも楽しみにこれからお伺いしたいと思います。東急東横線大倉山駅の東側レモンロードと呼ばれる商店街を進んでいきます。アットホーム感のある街並み。駅近くはいろんなお店も立ち並び賑やかですが、5分ほど歩いて綱島街道を越えると静かな住宅街に入ります。こちらのお寺、法華寺と読みます。熊野権現のお告げにより建立された寺院です。はい、駅から15分ほど歩いてきました。到着しましたね。こちらです。すごい石碑にいろいろ書いてありますね。ちょっと何て書いてあるのか読み取るのが難しいですが、聖武天皇仁紀元年創立関東随一大霊験所熊野神社と書いてあります。聖武天皇が即位した724年奈良時代初期の創建という大変歴史の古い神社です。鳥居の前には狛犬様、そして石の明神鳥居が立っています。この鳥居は江戸時代当時の氏子の人々によって奉納されたものですが、ここにも関東随一大霊験所熊野宮と記された直額が掲げられています。社殿によりますと、平安時代の初め、この諸岡の地に天皇の直願所として神社がご造営された時、その完成を祈ってこの直額を下賜されたと伝わっています。その由緒ある直額は関東大震災の折に割れてしまい、今掲げられているものはその写しとなっているものだそうです。ではこちらから進んでまいります。失礼いたします。諸岡熊野神社は724年に全寿仙人によって開かれました。実に1300年もの歴史がある古社です。熊野神社という名前の通り、祀られているのは和歌山県熊野三社の御祭神、イザナミの命、琴坂尾の命、早玉尾の命の三柱。ここは関東地方における熊野信仰の根拠地として、また横浜北部の総鎮守の宮としても古代より現代に至るまで厚く信仰されています。近くに日産スタジアムがあることからサッカーファンからも人気の高い神社、そしてスタジアムが近いということだけではない熊野神社とサッカーの深い関係についても後ほどご紹介します。急な石段を上がると美しい御社殿が見えてきました。こ
ちらが大きな立派な手水舎ですね。はい、このね水盤のところにはヤタガラスも刻まれていますね。ちょっと可愛いお顔をしています。権現造りの見事な御社殿。胴吹きの屋根は美しい緑青色に輝いています。こちらは拝殿で明治19年9月に再建されたものですが、見事な彫刻が施され、とても明治期とは思えない歴史の古さを感じさせます。御社殿の前にはひときわ目を引くこちらの大絵馬。ワールドカップに向けてサッカー日本代表を応援する必勝絵馬が置かれており、サッカーお守りを授かった方だけ専用メッセージシールにメッセージを書いて貼り付けることができます。さて、この大絵馬の真ん中には皆さんよくご存知、サッカー日本代表のエンブレム、ヤタガラス。なぜサッカーのエンブレムにヤタガラスがデザインされているのでしょうか。日本にサッカーを広めた中村角之助氏は和歌山県那智町の出身。明治35年、中村氏は東京師範4年の時、フットボール部を創設。これが現在のサッカーの日本での始まりとされています。昭和6年、日本サッカー協会のマークを作ろうとなった際、日本サッカーの先駆者中村氏にちなんだものにしようということになります。中村氏の出身地、和歌山県那智町、現在の那智勝浦町といえば熊野那智大社。日本神話で神武天皇を熊野から大和へ導いたのが熊野狼の使者として登場するヤタガラスです。この日本神話に基づき、ヤタガラスは導きの神とされ、日本を勝利へ導くという思いも込めてサッカー日本代表のエンブレムに採用されました。サッカーファンの方ならご存知のエピソードですが、何気なく見ていた日本代表のユニフォームにデザインされたこのエンブレムには、そういった熊野の信仰や歴史が息づいているのです。私のチャンネルをよくご覧くださっている方はご存知かもしれませんが、京都の下鴨神社、上賀茂神社への参拝といい、最近私もどうやらヤタガラスに導かれているような気がしています。このヤタガラスはサッカー以外にも秘密結社の印であるとか、裏天皇として暗躍する謎の集団などという都市伝説もあるなど、なかなか興味深い存在で、それが鴨氏という氏族へもつながっていきます。鴨氏については下鴨神社前編でお話ししていますので、興味のある方はぜひご覧くださいね。さて、お話を熊野神社に戻します。この日本代表応援絵馬は人気のフォトスポットにもなっています。社務所には撮影用のこんなグッズもご用意してくださっているので、周りの方にご迷惑がかからないよう十分気をつけながら、ぜひ撮影も楽しんでみてくださいね。新緑がキラキラと輝く境内はとてもきれいに整備されています。この御社殿の奥には御本殿が鎮座しています。御社殿の横を奥へと進んでいくと、御本殿の建物を拝見することができます。この建物は大井殿で、御本殿はこの中にあります。江戸時代中期に建てられた流れ造りの御本殿は戦火を免れ、今日に至ります。もはや重要文化財に指定されてもおかしくない歴史ある御本殿ですので、このように大井殿で保護されているわけです。拝殿内でご祈祷を受ける方は正面から少し御本殿のお姿も拝めるようですよ。さて、境内ね、御本殿がありまして、
その、さらに奥裏がですね山になっています。多分ですねこの裏山もこの諸岡熊野神社にとってはとっても重要な場所なんじゃないかなって思われる、そんな場所ですね。ちょっとね途中まで行かせていただけるようですので行ってみたいと思います。やはりねこの奥御神苑のようですね。令和新苑と書かれています。おそらく令和になってから整備された御神苑ということなんですよね。ちょっとお邪魔していきたいと思います。はい、こちらに大きな石碑が立っていまして、熊野宮曹操の地ってでちょっと分かりにくいですが書いてあるんですね。で野の池というね池があります。それほど大きな池ではないんですが、説明書きを拝見しますと、この地がまさに当神社曹操の地である、そんな風にね書かれていますね。でこの池の水はどんな飛天でも枯れることがなく、大雨でも水があふれることがないと言われています。そしてね、この神社の非常な重要なご神事ですね、筒がゆ神事、この池の水を使って行われるということです。こちらが野の池ですね。この諸岡熊野神社の境内には古い歴史と伝説に包まれた井の池、野の池があります。実はもう一つ地の池という池もあり、この3つの池を合わせて命の池と呼んでいました。現在地の池は埋められてしまいありませんが、井の池は神社の前の道路を挟んで向かい側にあります。ひらがなの命の形をしていることからそう呼ばれており、弁財天の祠がひっそりと祀られています。この池をさらうと雨が降ると伝えられています。またこの井の池には他にも不思議なお話が。遠い昔、熊野神社の権現様がこの地の悪者を退治した時に弓矢で片目を射られてしまいました。その時に井の池に住む鯉がその美しい目を権現様のために差し出しました。それ以来井の池の鯉は皆片目の鯉になってしまうという片目の鯉伝説が残っています。これはそんな歴史を港北ふるさとテレビ局が紙芝居にしたものです。このように井の池は古い歴史と伝説により横浜市地域史跡にも登録されています。また野の池は先ほどもお話ししたように諸岡熊野神社創造の地。この野の池も不思議な力によりどんな飛天でも枯れることがなく、大雨でもあふれることがないと言われています。南北朝期の落雷による火災で御社殿が焼失した際、御神宝御神体などをこの池に投げ入れ焼失を免れたとも伝えられています。この辺りの池の水には何か不思議な力が宿っているのでしょうね。またこの神社にはお粥を用いて農作物の出来や世の中を占う筒がゆ神事という1000年以上もの歴史がある神事があるのですが、その神事にもこの野の池の水が使われるのだそうです。釜で炊いた粥が筒の中にどのぐらい入っているのかで吉凶を占います。今年も1月14日に筒がゆ神事が執り行われ、見方は分かりませんが去年に引き続き良い結果だったようです。そんな重要な神事にもその水が使われる野の池。ここがこの諸岡熊野神社の境内の中で最も神秘的でパワーを感じる方も多いようです。そんな野の池の横には天満社、社護神、白山社、山王社などの境内社が鎮座しています。中でも社護神は長野諏訪に古くから伝わる農耕の神様で御釈寺神とも言われています。諏訪の神様がちゃんと御釈寺の名前で祀られているのは珍しいですね。
そしてこちらには神明社があるんですが、その横にはね、上に登っている階段がありますね。ちょっと行ってみましょう。ちょっとね、着物で登っていくには厳しいところではあるんですね。かなりうっそうとした山の中なんですが、ちゃんと階段が整備されているので、登っていけます。すごい、本当に鎮守の森、そしてね、やはりこの山あっての諸岡熊野神社じゃないかって思わせるような、そんな場所ですね。まだもう少し上へと続いています。頑張っていきます。すごい、山頂の広場という感じになっています。権現山っていう山なんですね。権現山広場と書かれていまして、かなりね、うっそうと緑は茂っているんですが、東屋があってね、結構高いところから街を見渡せるといった場所になっています。そしてここには最も注目すべき場所があるんです。諸岡貝塚。ここからは縄文前期のものと思われる貝や土器のかけらなどが発見されています。古くから山の頂上では祭祀が行われ、後にその場所が神聖な場所として、あるいはご神体となって神社が作られるということがよくあります。この諸岡熊野神社も元は縄文時代から人々の祈りの場だったのですね。それが横浜屈指のパワースポットと言われるゆえんでもあります。それでは山を降りて最後に授与所へ。見てください。鬼滅の刃のキャラクターをイメージしたお守りがあって嬉しくなりました。サッカーワールドカップ日本代表を応援するならこちら。ヤタガラスがデザインされていてとってもかっこいいお守り。もしかすると日本代表選手も持っているかもしれませんね。熊野神社らしいヤタガラスみくじ。導きの神様はどのような助言をして導いてくださるでしょうか。とても美しい書体の御朱印も授かりました。諸岡熊野神社いかがでしたでしょうか。やはり境内には大きな日本代表を応援する絵馬があったり、ヤタガラスのエンブレムのお守りがあったりしてね、ますます日本代表を楽しく応援できそうな、そういった神社でしたよね。これからね、サッカーワールドカップ始まります。テレビでのね観戦にも熱が入りますけれどもね、この応援したい思いをね、どうにか何か行動に移せないかな。でも現地に見に行けないしというね、そういった方々はぜひこの諸岡熊野神社でね、応援する、そういった気持ちを伝えにいらっしゃるというのもいいかもしれませんね。ぜひともね頑張っていただきたいと思います。私もね、にわかファンで申し訳ないんですけれどもね、日本代表のもう最高のプレーを期待しています。楽しみです。諸岡熊野神社を後にして大倉山駅に向かう途中、気になるお店が。どう見ても窓もない夜営業のスナックといった外観ですが、店舗前のメニュー看板には純喫茶の文字。コーヒーやケーキなどもいただけるのかな。入りにくかったけど思い切ってドアを開けてみると、
明るく優しそうなお姉さんが迎えてくれました。安心して中へと入らせていただくと、店内はやはりどう見てもカラオケスナック。ゴージャスな赤いソファーにミラーボールもあるステージも、高級感のあるインテリアなど夜の雰囲気満載。実はこちら夜はスナックで、昼間はこちらのお姉さんがこのようにサイフォンで本格的なコーヒーを提供する純喫茶をされているところだったんです。コーヒーにこだわり、一杯一杯丁寧にコーヒーを入れてくれます。シフォンケーキも手作り。器もレトロ感が漂っていて、昭和世代の私にはたまりません。参拝の後に立ち寄る素敵なお店探しをしていたので、もうこれは最高のお店に出会ってしまったという感じです。それではいただきます。まずはサイフォンで入れたコーヒーから。酸味が抑えられていて、とてもマイルドで飲みやすいんです。この雰囲気も相まって、香りもお味も格別です。着物を着ているせいか、なんだかちょっとスナックのママっぽく見えませんか？次にシフォンケーキも。アールグレーの味なので、生地が少し紅茶色です。とろけるようなふわふわシフォン。アールグレーの風味が優しく口の中で広がって、とっても美味しいです。ほんのり甘いケーキとサイフォンコーヒーがまたとても合います。少し入りにくいお店ですが、看板が出ていたらぜひ思い切ってドアを開けてみてください。そこには昼間でも夜の昭和を感じられる、とても素敵なレトロ空間が広がっていますよ。お姉さんとのおしゃべりも楽しく、特別な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。